メーカー希望価格27,000円のゲームパッドが品薄ってすごいわよね。アケコンもだけど、この手の商品が限定モデル以外で品薄になるとは思ってもみなかったわ。スト6効果ね、できるだけ長くメタン、乗ってるかね？はい。クールに決めるぜ。暑い夜の始まりだ。ヘイヘイヘイ、寝かせねえぜ。ぶっつない。ノリ悪くない。あ、今回は DJ の初心者動画ね。じゃあ早速始めましょうか。本当にノリ悪くないかな？ゲーマー仲間に雑なオープニングいらねえよって言われたのよ。さっさと始めましょう。ちょっと待って、声色インクのバージョン2を入れたんだから、もうちょっとな。で、DJ はどんなキャラなのかしら？はい、DJ は制圧力の高い飛び道具であるエアスラッシャーと 2D 格闘ゲームでは弱いわけがないため技の無敵技ジャックナイフマキシマムを持っています。そして現状トップクラスのドライブラッシュの速さを誇ってます。また長いリーチを誇るクイックローリングソバット、通称ソバットも持っているので、中距離以上の距離でのプレッシャーが強いキャラクターです。またエアスラッシャーとソバットにはフェイントが、ジャックナイフマキシマムには飛び上がるだけといったフェイント要素があります。制圧力の高さとトリッキーな動きで相手に近づき、投げと打撃の2択を迫れるキャラクターです。他にも有利が取れる中攻撃、隙の小さいダウン攻撃、先端当て気味なら反撃が難しい大攻撃など、距離調整こそ必要ですが、シンプルにうざ強い攻撃を持っているのが強みです。また、相手の投げや暴れを潰した時の火力の高さが凄まじいです。DJ との対戦では一瞬で決着がつくことも珍しくありません。陽気なキャラクター性とは裏腹に、非常に緊張感のある対戦を相手に強いることが可能なキャラクターだと思います。はい、よくできました。その調子で続けてね。はい、わかりました。一通りの説明だけ聞くと、制圧力が高い効果力トリッキーキャラで、なかなかのキャラパワーがあるように思えるわね。そうだね。飛び道具、突進技、対空と一通り揃ってるスタンダードキャラではあるけど、フェイントなどのトリッキーさもあるユニークキャラだよ。特にドライブラッシュの速さが尋常ではないから、ダッシュに関しての対策は見てからは厳しいキャラだね。DJ 使った後に他のキャラでドライブラッシュすると、本当に物足りなく感じるよ。そうね、本当にびっくりするぐらい速いものね。弱点はどんな感じかしら？ちらほらあるんだけど、わかりやすいところで言えば、同時キャラの中足のようにドライブラッシュキャンセルがかかる下段がないことと、メインの崩しがグラッと仮になることかな。下段からのラッシュがないのはわかるけど、メインの崩しがグラップ狩りになるというのは？コンボの火力は高いんだけども、ダッシュ中段から崩すみたいな要素はないんだよね。一応中下段の必殺技はあるけど、パニッチカウンターしない限りは大きなリターンにならないんだ。その代わり、投げ外しを潰した時のリターンがピカイチだから、黙ってる相手にどれだけ投げ外しを押させるかが大事になるね。あと、他のキャラクターから見ると信じられないかもしれないけど、対空がシビアなキャラクターではあるよ。ガイルと一緒でダメなのに？ジャックナイフは優秀なんだけど、その代わりなのか相手をしっかりと落とせる対空がジャックナイフしかないんだよね。あとは4強 K のフェイスブレーカーで真上を落とすんだけど、この対空を選ぶ時点でためを捨てることになるから位置取りがシビアになるんだ。で、この2つ以外の対空はあとは空対空とかになるから、見た目以上に気を使って対空を狙っているキャラではあるよ。対戦してる感じだとちょっと信じられないわね。まあ竜視点だと DJ は面倒な相手の一人だと思うから、納得いかない部分もあるかもね。じゃあ次はコンボを見ていこう。隠し技の詳しい解説はブログにまとめているよ。動画で紹介する以外の技はブログか他の攻略記事を見てね。まずはコパンを ×3、クイックローリングソバット。ソバットは弱、中、空でそれぞれ技が違うから注意してね。そしてコパンなら3回刻めるけど、小足を挟むと小技3回は厳しいから注意してね。また、竜、剣と違って DJ のしゃがみコパンは5フレーム技だよ。暴れるなら立ちコパンが4フレームだからおすすめだよ。また、しゃがみコパンから出す場合は、コマンド入力を横方向でしっかり止めてボタンを押そうね。上要素が入ってしまうと、ジャックナイフマキシマムが漏れちゃうよ。
BJ あるあるだけど確定反撃もらっちゃうから気をつけてね。小技からの基本技紹介するだけで結構内容があるのね。DJ はやることは結構シンプルなんだけど、そのシンプルを追うために覚えることがそこそこ多いんだよね。過去作で触ったことがない場合は馴染むまでにちょっと時間かかると思うよ。次は立ち中パンチ、立ち弱キック、ダブルローリングソバットだよ。立ち中パンチはキャンセルはかからないのだけども、ガードされてもプラス2フレームの有利が取れるからものすごく頼りになるよ。カウンター時はしゃがみ中パンチがつながるからさらにコンボが伸ばせるよ。慣れてきたら挑戦してみてね。またダブルローリングソバットは相手をダウンさせないのだけど、ヒット後にプラス2フレーム有利になるから投げと打撃の2択を迫れるよ。でも SE さんにつなげたい場合は中盤であるクイックローリングソバットの方が高いから注意してね。ダブルソバットからの2択もエグいのよね。うっかり投げ外しを読まれて6割消し飛ぶことも DJ 戦ではザラ恐ろしいわね。投げを嫌がらせるのが何より大事だからね。コンボの次は主要な技を見ていこう。 DJ の必殺技の強度の違いは他のキャラにあるように速度、威力が変わるものでなく、ほぼ別技として使うものになるよ。すごく細かいことはブログに書くけど、とりあえず最初に覚えたいものを紹介するね。お願いするわ。まずエアスラッシャー。最終的には使い分けが必要になるけど、とりあえず強エアスラッシャーをスムーズに出そう。コマンドのため時間をなじませることが何より大事だね。あとは連携として組み込めるようにも練習しよう。例えばジャンプダイパー、4強、強エアスラッシャーとかね。ガイルのソニックブーム連携よりは簡単だと思うから焦らず練習してね。次は対空技のジャックナイフマキシマム。対空として使う場合に特別言うことはないんだけど、発生が早いからあまり早く出すと空振る時もあるから、しっかり引きつけてから出す練習をしてね。優秀よねこの技。ため技だから状況を選ぶけど、それに見合う強さがあると思うわ。オーバードライブ版は完全無敵がつく上に相手を地面に叩きつけてターンも取れる。本当に優秀よね。メタンさん、怒ってらっしゃる？怒ってないわよ。続きをどうぞ。はい。で、次はクイックローリングソバット。通称中ソバットだね。発生はまあまあだけど、範囲が優秀な切り技だね。ガードされたらマイナス6フレームなんだけど、先端気味で当てると反撃はほぼないよ。DJ のドライブラッシュの速さとエアスラッシャーのプレッシャーがあるから、自分で使う以上に相手にプレッシャーを与えている技だと思うよ。先端気味で出せるように練習してみてね。唐突に出されると困る技の一つよね。対戦してるとめちゃくちゃ速く感じる技だわ。竜の中上段速と蹴りもこれぐらいの性能にしてほしいわね。波動、昇竜キャラにこんな技あげたらただのクソキャラだよ。何か言ったかしら？いいえ。あとはジョスクールとマシンガンアッパーなんだけども、ジョスクールは防御を崩す技、マシンガンアッパーは基本コンボパーツなので、連携を組んだりコンボを覚える際に必要になるよ。2つとも単体で使うことはほぼないから、連携や崩しの時にセットで覚えてね。次はドライブゲージを使ったオーバードライブジョスクールを使ったコンボだよ。もうゲージ技に行くの？DJ はドライブラッシュからコンボを伸ばすより、オーバードライブジョスクールを使った方がコンボダメージが伸びることが多いんだ。だから、ゲージを使ったコンボは基本的にオーバードライブジョスクールに使うよ。大体の場合、オーバードライブジョスクールにつなげるのは、しゃがみ中パンチか4強系だね。今回はしゃがみ中パンチからを紹介するね。しゃがみ中パンチ、オーバードライブジョスクール、マキシマムストライク、ダブルローリングソバット。オーバードライブジョスクールにゲージを使った際の基本になるよ。状況を問わずにできるコンボだし、ここからいろいろ伸ばすこともできるから、オーバードライブジョスクールからマキシマムストライク派生は強く肌になじませてね。画面端だともう少し伸ばせるよ。しゃがみ中パンチ、オーバードライブジョスクール、マキシマムストライク、リレークイックローリングソバット、急ジャックナイフマキシマム。中ソバットが最速入力じゃないし、ソバットの後にすぐにタメを作らないといけなくて最初は大変だと思うけど、ソバットから SA さんにもつなげられるからぜひ練習してね。次は生ドライブラッシュも使うコンボだよ。しゃがみ中パンチ、オーバードライブジョスクール、マキシマムストライク、生ドライブラッシュ、8強パンチ、急マシンガンアッパー。中央、端問わずにどこでも使えるコンボだよ。
ドライブゲージを3本以上使うので実質 DJ のドライブコンボだよ。生ドライブラッシュから4強系で拾ってるのも見るけど、立ち強パンでも問題ないのかしら。ダメージ変わらないからどっちでもいいとは思うけど、旧マシンガンアッパー以外の技につなぐ場合は4強系の方が楽なイメージだね。マシンガンアッパーにつなげる場合は立ち強パンで問題ないと思うな。マシンガンアッパーからは SA にもつなげられるし、画面中央付近なら適正コンボだと思うから相手を殴りまくってね。次にインパクトのコンボだよ。と言っても最初は端、パニッチカウンター問わずに立ち強パン、旧マシンガンアッパーをおすすめするよ。ドライブインパクト、ヒットアガード、立ち強パン、旧マシンガンアッパー、デスイーサーにつなげる場合を除いたら他にコンボはあるよ。でも DJ は他に意識を割くべきコンボが多いから、慣れないうちはマシンガンアッパーを使おう。一応ダメージ的に大きく損をしているわけではないコンボだよ。ドライブインパクトパニッチカウンター時は前ステップ、立ち強パン、旧マシンガンアッパーで安定するよ。運び重視のコンボとかあるけど、これもダメージが大きく下がってるわけではないから、迷っても出せるように手に覚えさせよう。マシンガンアッパー便利ね。基本これでいいと言わんばかりのコンボパーツ技だね。私は状況判断とかで迷ったらとりあえずマシンガンアッパーを入れてるよ。 DJ に慣れてきたら端のコンボはジョスクールを使ったコンボがおすすめだよ。画面端でインパクトヒットアガード、立ち強パンチ、ジョスクール、マキシマムストライク、ジャックナイフマキシマム。ジャックナイフマキシマムの後にジャックナイフマキシマムで置き攻めを仕掛けると詐欺飛び、安全飛びになってるよ。全部最速で大丈夫だよ。 CPU にダウンリバーサルで昇竜を設定して試してみてね。安心して飛んでね。怒られるだけでは済まないからやめなさい。はい。最後に画面端のフルコンボと紹介と SE2 のサンライズフェスティバルについての紹介をするね。このコンボを練習すれば DJ のコンボ構築がどういう流れになるか肌で分かりやすいと思うから、余力ができてきた頃に練習してみてね。ジャンプ台パンチ、しゃがみ中パンチ、オーバードライブジョスクール、マキシマムストライク、生ドライブラッシュ、4強系、ジョスクール、マキシマムストライクオーバードライブエアスラッシャー、ジョスクール、マキシマムストライク、クイックローリングソバット、SA3。長い？めっちゃ長いよね。でも長さとテクニックが必要なだけあってめちゃくちゃ減るよ。オーバードライブゲージを5本以上使うから大抵の場合はバーンアウトしちゃうけど、見ての通り6割近く減るからリーサルコンボとして驚異の強さを誇るよ。ぜひ練習してみてね。 DJ のコンボは減るとは感じてたけど、フルコンボはこんなにダメージあったのね。ゲージを持った DJ 相手の投げ外しは命をかけないとダメね。 DJ 側の視点で言うと投げ外しに対して妥協はできないんだ。コンボの妥協はできないけどその分減るからぜひ練習してみてね。最後に SE2 のサンライズフェスティバルについてよく言われてる DJ の音ゲーだよ。どういうこと？他のゲームで言うと KOF のデッドリーレイブだね。技を発動後タイミングよくボタンを押していくコンボになるよ。そして10ボタン以上の SE2 サンライズフェスティバルは画面に出る音符に合わせてボタンを押す必要もあるから、これが音ゲーと呼ばれる理由だね。連続入力をするボタンを覚える必要があって、タイミングよく押さないといけない目押し要素があるのね。技を完遂させるまで大変な技ね。正直覚えるのが面倒という気持ちは理解できるよ。他のキャラはこんな要素はないからね。でも苦労の甲斐があって性能は破格だよ。移動技なのにしっかり無敵はついてるし、ダメージも他のキャラの SE2 よりは高くなっているよ。何より乾燥時にそのまま前に吹っ飛ばすか後ろに吹っ飛ばすか選べるのが強いね。火力も高くて吹っ飛ばす方向も選べるのは強いわね。でもこれ安定するの？プロゲーマーでもミスしてるから説得力はないかもしれないけど、状況によってリズムが変わることがないから安定する技だと思うよ。オーバードライブダブルローリングソバットからコンボになるから覚えると立ち回りのプレッシャーが上がるよ。 DJ を使うなら妥協しないでほしいのは本音だね。逆に SE2 のサンライズフェスティバルがどうしても馴染まない場合は DJ は選ばない方が無難だね。コンボの好みはそれこそ人によるから馴染まないなら無理しちゃダメだよ。というわけで今回は DJ の初心者向け動画だったよ。
思ってたよりボリュームが出てしまったわね。そうなんだよね。 DJ は狙うべきことはシンプルなんだけど、最初に覚えないといけないコンボや技の性能が多いし、あと実戦ではカウンター確認が大事になってくるし、対空もシビアめなキャラだから、格闘ゲームを始めたばかりの初心者には少しおすすめしがたいキャラかな。とりあえず動かして対戦するというだけなら、竜やルークの方が楽そうではありそうね。同感かな。でもキャラの強さはしっかりあると思うから DJ 触ってみたいというプレイヤーさんは、最初は大変だと思うけど少しずつでいいから慣れていって DJ の強さを体感してほしいな。理不尽なドライブラッシュの速さで近づいて投げと打撃の2択迫るの楽しいよ。対応しないといけないこちらは本当に大変だけどね。本題以上の圧を感じる時も多いわ。クールなビートを刻もうぜ。ピラ。じゃあ今回はここまで。 DJ はプロゲーマーでも使ってる人多いから参考になる動画も多いと思うよ。情報収集に困らないのは格闘ゲームでは有利だから、ぜひいろいろな動画を見てみてね。コメントをもらえればわかる範囲のものはお答えするわ。ぜひコメントちょうだいね。気に入ったらまた見てね。では最後までご視聴ありがとうございました。ところで DJ のドライブラッシュ早すぎると思うのだけど。全肯定するけど、むしろ全キャラあれでよくないかな。ザンジとかマノンとか大変なことになるけど、スーパーアクティブ格闘ゲームの開幕になるよ。ちょっとやりたいかも。それほどでもないゲーマーチャンネル。